皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段日本で医者をしていたり、オノマップという YouTube で日本語を教えていたり、日本語のカードゲームゴーゴージェスチャーを作っていたりします。今日本語のカードゲームゴーゴージェスチャーを作っているので、その関係で結構印刷の会社の人と話す機会が多いんですよ。毎日違う会社と電話はしているんですけど、それで最近気づいたことがあるんですけど、同じ種類の仕事をしている人ってなんかみんな似てませんか？話し方もそうだし、見た目もそうだし、なんか雰囲気も全て似てませんか？もう電話してると特に声も話し方も似てるから、もうどの人がどの人か全然分かんなくなってくるんですよ。人数が多ければ多いほどもうみんな同じに見えてくる。これって別に印刷会社だけじゃなくて、僕は医者なので病院で話すと、病院で働いている人も本当になんかみんな雰囲気似てくるんですよ。医者は医者で似てくるし、看護師は看護師で似てくるし、そこには何があるんだろうって思ったので、今日はその理由を考えてみたいと思います。まず僕が考える理由の一つは、性格が似てる人が同じ場所に集まりやすいんじゃないかなって思うんですよ。日本語の言葉で類は友を呼ぶっていうのがあるんですけど、簡単に言うと似たような人は集まるっていう意味なんですけど、それと同じで、例えばパーティーとかが苦手でそんなに話すのが好きじゃない人が、ナイトクラブの DJ とかしないじゃないですか。やっぱりナイトクラブの DJ はみんなと話すの好きだし、パーティー好きだしっていう人が集まるじゃないですか。それだけで性格が明るいっていう共通点がある人が集まりますよね。そういうふうに、似たような人が同じ場所に集まってくるっていうのはあると思うんですよ。で、次に同じ環境にいる人って似たような話題になるじゃないですか。例えば会社の社長が集まってだいたい話すのはゴルフの話じゃないですか。あとは美味しいお店の話、あとはビジネスの話とかもそうだと思うんですけど、だいたい似ているような話になるから、もっと言うと笑う時とか怒る時も同じタイミングであることが多いと思うんですよ。そうなると筋肉の動きとか、あとは顔にできるシワとかが似てくるはずなんですよ。筋肉もやっぱり使っているところの方が動きやすくて、使わないところは硬くなってくるので、表情とかが似てくるんですよね。で、さらにもし会社の近くに、レストランがあってみんなそこでご飯をよく食べに行く場合、食べてるものも同じようになってくると思うんですよ。ヘルシーなものであれば体型は痩せ型になるし、結構脂っこいお店が近くにあるんであれば結構太ってくる。そういう感じになってくるかなと思います。そうなってくると確かに見た目、あとは声の出し方、そういうのが似てくるっていう話も、結構本当なんじゃないかなっていうふうに思えてきませんか？同じ理由で夫婦は似てくるとか、ペットと飼い主は似てくるとかっていうことも説明できると思うんですよ。なので、もし皆さんがこの人みたいになりたいっていう人がいたら、ぜひずっとその人といてください。でそしたらだんだんね、今言った理由で似てくるんじゃないかなと、無理やり話を合わせました。ということで、僕はこれからは職場では、イケメンの先生の周りに、なるべくいたいと思います。それでは、皆さんありがとうございました。あと、もしよければ今日本語を勉強するカードゲームゴーゴージェスチャーというのを作っているので、動画の下の概要欄にあるリンクからぜひ見てみてください。よろしくお願いします。バイバイ。